弁慶住職三木大雲です、本日も怪談説法始めさせていただきます。ということで今回もですね、また久々に吉井さんに来ていただきました。よろしくお願いいたします。どうも吉井正夫の怪談アビル会代表吉井正夫です。お願いします。またこれコラボさせていただいてますので、嬉しい。また概要欄からまたそちらを見ていただけたらというふうに思います。お願いします。本日もよろしくお願いします。もうイベント前のもう時期打ち合わせがあるみたい全然すいませんね。本当イベント前にいつも撮らせていただきまして。ありがとうございます。このツアーをやる上で体力つけとかなダメですし。特訓ですよね。そう考えたら。わかります。喋るって体力使いますね。体力使いますよね。案外。だから今回は、それをちょっと理由にして、ちょっとミッキーさんに聞いてほしい話が、俺結構溜まってるんですよ。本当ですか？嬉しい。他のところでも喋ったりしてて、これちょっといい答え欲しいなっていうのが、もう3つぐらいあるんですけど、ちょっと時間の許す限り、ありがとうございます。喋らせていただいていいですか？よろしくお願いします。これが、僕、ここ最近の中で、一番鳥肌というか、これなんやねんっていう。お話なんですけども、ミキさんは夢に関するお話を、今回うちのチャンネルで2本続けてしていただいたじゃないですか。これを夢って言っても全然オチが大丈夫なようなお話だと思うんですけども、うちもそうなんですけど、これをね、いただいた、時に、なんなんやろこの不思議な話ってだけやったんですけど、読み進めるうちに、すごい、もう奇跡的なこと起きてるやんっていうお話です。この方がですね、50代ぐらいの女性ですね。今はもう海外に住まれてるんです。で、当時、高校生だった時のお話なんですけども。ちょうど50代、私50代なんで。でも、そうですね。近い感じですね。だから、年代的にはミキさんが高校生ぐらいの時の風景を思い出していただけたらなって思うんですけども、この方、ちっちゃい頃から、心霊現象とかそういうものじゃなくて、変な夢を見ると。例えば、明晰夢って呼ばれる夢の中で、夢やって思って、空飛ぼうとか、でっかいご飯食べようみたいなことはできてたんです。そういうのからなのかわからないんですけども、夢ってなったらある程度記憶できるんですよね。その中で、ずーっと見てる夢があるんですよ。で、このずーっと見てる夢っていうのが内容動向じゃないですよ。どっか公園行って友達と遊んでるっていう夢やったとするじゃないですか。これ何回か見てるうちに一つの共通点に気づくんですよ。それが、モブと呼ばれるエキストラなのか、別に夢の内容に全く関係ないんですけども、緑色のラコステのポロシャツを着たおじさんが、絶対どっかにいるんですって。そのおじさんがこっち見てるわけでもない。ただ、風景の中の通行人 A、B、C とか、ただただそこに立ってる人 A みたいな感じでいるんですって。例えばホームの向かい側とかっていうのが夢を見れば絶対に出演するんです。最多出演。例えば夢って自分が出てこうへん夢もあるじゃないですか。そう考えたらこのラコステおじさんが一番出てると。これなんなんやろうと。高校生からしたら30代ぐらいの人っておじさんじゃないですか。あのラコステのおじさんなんなんかなってずっと思ってて、ふと親友と喋ってる時に、なんか変なこと言っていい？どうしたん？実はこうで、夢の中で絶対緑色のポロシャツを着たおじさんがいんねん。ラコステって私呼んでんねんけど。運命の人じゃない？やめてよ。やだわ、おじさんなんか。気持ち悪い。みたいな関西の人なんで、ちょっと口悪く。いいじゃん、いいじゃん、みたいな。ええやん、そんな運命の出会い方あるで、みたいな。やめて、みたいな話をしてた。その数ヶ月後、京都の五条通りを北上して、高辻通りに行くかなって時、先ほどの親友と2人で歩いてたんですけど、そこら辺になった瞬間につま先から頭のてっぺんまでブーッつって鳥肌が立ったんですよ。そんなことないからうわっって声を出した。どうした？友達はびっくりする。いや、とんでもない鳥肌が今も何これ鳥肌ではしゃいでる。やめて、気持ち悪いって言ってたら、右斜め後ろからベビーカーを引いた
お姉さんがバーって寄ってきて「すいませんすいませんちょっと変なこと聞くんですけどうちの旦那見たことあります？」ってまず指さす。でこの投稿者の人は「知らないです。何なんですか？やめてください」ラコステや夢に出てきてるラコステやってなって親友に「ラコステ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 」って「いや何ラコステ」って夢に出てきた人そうそうそううわラコステラコステってなってて、30代男性が遠巻きに「嘘すごないこれ」っていうのをずっと言ってる。で2人ともパニックになってて親友と奥様がごちょごちょ喋ってる、それも記憶ないんですって。こんなことあるでもラコステのポロシャツ着てないでも顔の子絶対、そんなこと言ってたら変なこと言うんですけどもまだ3、40分私たち時間あるので赤ちゃん泣いたら無理だと思うんですけども喫茶店行きません？喫茶店行くんですよ。4人で喫茶店入って、ちょっと整理しましょう。なんではしゃいでたんですか？いや実は僕の夢に毎晩じゃないですよ。夢見るたんびにあなたが端っこの方にいたりするんです。でも夢に関係ないんです。ちょっと待ってください。私もですと。私はあなたが緑色のラコステのポロシャツ着てモブ、エキストラとしていらっしゃるんです。一緒だ。僕もあなたが夢に関与したことはないんだよ。どういうことやろ。ちなみに僕ラコステのポロシャツ持ってません。何それ。なんかショックなんですけど。いやごめんなさいキャラ守れなくて。でも僕はあなたがこうやって落ち着いて喋れる人だと思ってなかった。どういうことですか？なんか夢の中でむちゃくちゃ楽しそうに手叩いて笑ってる、そんなおてんば娘っていうイメージだったんですけど、こんな方なんですね。そう言われた時に投稿者さんはそんな声してんねんやって初めて気づく。そういえば声も聞いたことない。二重なんやこの人。遠巻きでしか見たことないけど顔はそのまま髪型そのまま背格好そのまま、でこの人あと違うのがラコステを着てないだけ。これ何なんですかね。でも僕は、五条通りに向かって歩いてたんです。で私は高辻通りに向かって歩いてたんです。で急につま先から頭のてっぺんまでとんでもない鳥肌が立ったんです。一緒です。すれ違った瞬間ですね。これ何なんですかね。運命なんですかね。奥様がぽつりという。ご出身どちらですか？自分の出身を言う。あなたはどちらですか？出身言う。全然違う。もしかしたら前世で何か関係ある。親御さんとかどうですか？全然違う。つながりなかったな。でもしかしたらどっかで1回や2回すれ違っててそれが脳に刻み込まれてるっていう可能性ないですか？もちろん夢には出てるっていう前提で、こういう行動範囲でこういう行動範囲です。違う。何もわからない。結果電話番号を交換するんです。その当時携帯電話なんかないから、固定回線同士で連絡をする。でまた夢を見たら連絡取り合いましょうって言って別れるんですよ。ほんま変な40分ぐらいやったらしいんですけど、その日以来一回も夢に出てこんかった。吉井さん、もしかしたらあそこですれ違うこと自体が何か意味があったんですかね。考察してくださいっていう話が来たんです。めっちゃ面白いと思って、おそらく私もすれ違ってから夢見てないってことは向こうの方も多分夢に出てきてないんじゃないか、だから連絡ないんじゃないか。で今連絡取れますかって、おそらく電話番号も使われてないですし、この動画見て僕だよっていう方がいらっしゃったら連絡欲しいですね、みたいな話で終わったんですけど、これ面白すぎていろんな人に飲みの席でも YouTube で喋ってるんですけども、例えば又吉さんとかね、むっちゃおもろい考察なんですよね。例えば普通やったら前世で何かしらの関係性があった人間がすれ違わなあかん、それがなんかタスクとして残ってた、だからそんなことがあったんじゃないか。これが多分一番ベタだと思うんですけど、又吉さんのが夢の数って決まってて、夢の撮影場所って言うんかな。で同じ区域の撮影場所やねん夢、でここで投稿者さんが撮って、こっちでラコステおじさんが撮って、
こことここがこう交わるところ。どっちも主人公やけど、主人公の背中を見てた。どっちも。だからエキストラに見えたんじゃないかと。はめっちゃおもろいって思ったんですよ。これかって思ったんですけど、うちのアビル会員って呼んでるアビル会員の視聴者さんのコメントの考察が鋭すぎて、これやって思う答えがあったんですよ。でそれが、この2人がここで出会って、ブルッと鳥肌になるのは今まで何回も夢を見てきたから、でそれを考察するために3、40分喫茶店に寄った、ここで3、40分足止めすることによって、もしすれ違ってそのまま動いていったら、大事件大事故、命を落とす何かに巻き込まれてたんじゃないか、だからこの40分の時間調整のためにここに集めさせてないかって、そうっぽくないと思って面白って思ったんですけど、これに関してのなんかミキさんの考察とか聞きたいなと思ってずっと喋りたかったんですよこれ。なるほど、はい、これ実は私それ結構経験するんですよ。とある私の友人の方がいて、もう家族ぐるみでお付き合いする方なんですけど、この方が時々夢に出てくるんですよ。ミキさんの？はい、私の夢に。で、これね、私が夢でこの友人が家の、私が見たことない家なんですけど、家の前でこうして立ってるんですよ。で、私が〇〇さんやと思って後ろから見てたらね、突然青い蝶々がうわーっと飛んできて、その方の体をぐるぐるっと巻くんですよ。で、青い蝶々に囲まれてると思ったら、その人が私の視線に感じてパッとこっち向いて、ダイムさんみたいな。で、私も〇〇さんみたいなっていう夢なんです。で、非常にこのね、蝶々が綺麗で青くて、で、綺麗な夢やったなと思って朝起きたと同時に、その方から LINE いただいて、実は今不思議な夢見ましたと、自分が青い蝶々に囲まれて生まれた生家の家の前で立ってる、で後ろに視線感じて振り向いたらミキさんがいたんですよ。いやすごいやん。でその時にちょっと実はその方のお母様がお亡くなりになられて、で多分その知らせの夢だったのかなみたいな感じなんですけど、私も後ろに立ってて振り向いてもう全く一緒の夢見てましたっていうのがあったり、この方以外でもあるんですよ。でこの人の夢見たと思って連絡したら、今まさに一緒の夢でしたっていうのがあるので、なんか私はその夢の中で実際会ってお互いが一緒のような夢見てる時って何か大きなことがある、やっぱり前触れなんですよ。例えばご家族の方がお亡くなりになられたり、中にはね子供が生まれたその瞬間だったりっていうのはよく実はあって、だからこれね、夢ってそういう役目もあるんだろうなと思うのと、もう一つあって、もう一つはね、私の知り合いの方で、これも名前はちょっと伏せさせてもらいますけど、知人の方が対抗催眠に行かれたんです。何ですか対抗催眠？対抗催眠って言って、医学的にトラウマを取り払うもんなんですけど、私、高所恐怖症なんで、子供の頃に高いところから落ちました。そしたら大人になってから催眠療法で寝るんですよね。寝て催眠かけられて、その頃まで遡るんです。例えば5歳の頃に高いところから落ちてたら、今ミキさんは5歳ですよ、何が見えますかって言われて、こういう景色が見えます。高いところ登って、今落ちそうですって言った時に、その方が落ちても痛くないから気にしなくていいですよって言って、その時のトラウマを取り払う一つの催眠療法なんですよ。でこれね、ずーっともっといくと、今あなたは2歳ですよ、何が見えますか、お父さんお母さんが笑ってます。でさらにどんどん進めていくと、お腹の中、そのさらに先行くと前世が見えるっていう。でこれ結構催眠療法であって、私の知り合いがそれ言ったんですよ。そしたら、今何が見えますかって言ったら、パッと来たらね、毛皮に来てるらしいんですよ。毛皮着てて胸がある。この方男性なんですけど今は。でも周り見たら原始人。そんな遡るんや。そんな遡って。で
またその世界で最終的に自分で亡くならないとダメなんですよ。今原始人でどうしてますか。主人が狩り行って帰ってきません、はい、で気づいたら棺の前にいて、主人が亡くなって悲しいです。でじゃあ分かりました、あなたのじゃあ最後の世界まで行きましょうって言ったら、その原始人の頃のこう世代を超えて、亡くなって、じゃあ次の世界行きます。江戸時代行きました。殿様から刀もらってます。そしたら渡してる殿様の気持ちとか老中とかいるじゃないですか。そういう人の気持ちも全部わかるそうなんですけど、もう殿様が完全に邪魔くさがってます。でもこの殿様が刀くれましたみたいなとかがあって、そういう催眠療法っていろいろあるんですけど、その私の友人はとある催眠療法をやったら、人にガンってここでねガンってなんか最後バッとやられて亡くなるんですよ。で亡くなる最後を見ないと催眠解けないんで、で亡くなりました。で現世戻ってきて、でガンってした人はどういう思いでこんなんしたんですかって言ったら、もうその催眠療法で分かるんですよ、相手の気持ち。単にイライラしててガンってやったらしいんですよ。単純にあれで最後私一回終わってますわ。でそうですかって言って催眠療法冷めていろいろ生活してると、こいつやっていうやつがいたらしくって。こいつや。はい。それが自分の親戚らしいんですけど、がやった人なんですって。で絶対こいつやってその人になったらしくって、でも向こうは分かってないんですよ。分かってんの、はい、そりゃそうですよね。何急になんで急に怖い顔するのって、急に思い出したけど、前世あなたにガンで最後終わってるような気がすると。おかしいって思われますよ。催眠療法見てたら。そんな、はい、そんなことあるってなるかなと思ったら、その親戚の人が「ごめん、俺許してくれる?」って突然謝り出して、飲み込んだんですね、その意見。飲み込んでくれて、でなんで急にこんな大きい玉飲み込んだんと思ったら、夢でたまに見るねん。うわー、えぐい。たまにこうして人を殺めるシーンをあんたやったんやって言われて、夢の中に何度も出てる人で、毎回その人最後ここでガンってこめかみやって、たまに見る夢あんたやったんやって言われたことがあるらしくって、だからもしかすると前世かなと私はちょっと今のお話聞いてると。なるほど。前世でなんかラコステ着てた時の時代、だいぶ近いですよね。でも、はい、だいぶ近いですね。でなんかお互いがあっておっしゃるみたいに、お互いなんか危険感じてたんじゃないですかね。でなんかその事故を未然に防いだとかっていうのは考察された通りだと思うんですけど。実感的にラコステが流行ってた時代って、僕らがまだ生まれてない時代とかも別に流行ってたから、もしかしたらあるかもしれんし、あとベビーカーをしてるこの赤ちゃんが見せた映像なんかなともあるし、ですね、ここがなんかわからんけど、いやすごいかぶせ。わかんないですけど、これいけます？もう2本。いやこれね、はい、僕も青い液体を巻く夢の不思議な話あって、そういう話をした後、青の、蝶々の話したじゃないですか。で、今回2本目に喋ろうとしてるのが、青が関わる夢の話。これは、マックス村井さんっていう、有名 YouTuber の方の知人の方が体験された話で、わざわざ、僕の友人がちょっと、浴びる会に投稿したんですけど読まれてなくてみたいな、わざわざ連絡来て、読ませてくださいって読んだら面白くて、これを話をいただいたのが女性の方で、この方がですね、ちっちゃい頃から変わった夢を一つ見ると、それが真っ青な壁、青い一面青の壁に、白人ギタリストの女性、白人ギタリストの女性が立ってる映画見えるんですよ。でそれが逆なんですと。青い壁に白人ギタリストの女性が立ってるポスターが逆に貼られてるっていう夢を見るんです。で夢の中でそのシーンになったらすっごい怖くて、すっごい悲しくて、ボロボロ涙が出るんです。で起きる。この夢なんやねんってずっと思ってたんですけど、
そこからまあ十何年だから大学卒業してぐらいですかね、分かるんですよ、この夢の解決できる。解決できるんですよ。それが、まあ、学生時代すごいスポーツが強い高校のマネージャーをやってたんですね。何でもいいですよ。じゃあハンドボールにしましょう。はいはい。ハンドボール部のマネージャーをやってた、超強豪校で全国大会優勝するかせえへんかみたいなところでマネージメントもしてたからすごい忙しい青春やったんです、でそんな中、自分が卒業して自分の代はこうやったなみたいな話をしてたら、自分の後輩の代がこう全国大会行くっていうのが決まった、そうなった時に、まあ、OB 全員で車出して応援しに行こうや、いいですね、でもちょっと私、まあ、この地元離れるので、車処分しちゃいましたと、じゃあ俺連れて行こうかってグループ LINE で名乗り上げたのが当時自分の代のキャプテン、いいんですか、じゃあ上京前にもしよかったら最後の思い出として連れてってもらっていいですか、何人か乗る人みたいな話があって、LINE を閉じたと。そんな中、そのインターハイの当日、キャプテンがね車で迎えに来てくれるんですよ、で乗り込んで、ちょっと順々に拾っていくから、そのまま行こうかっつって助手席乗って、なんか楽しみですねみたいな、こういうことありましたねみたいな過去の思い出で盛り上がる、そんな中5分ぐらい走ってたらってキャプテンが言う、どうしたんですか、いやこの後輩のインターハイのため、めちゃくちゃいいビデオカメラ買ったんだよ、いいじゃないですか、いやちょっと買ってそのままだわ、なんだったら充電もしてない、家だわ、いやでも今からだったら間に合うだろう、ちょっと取りに行っていい、行きましょう行きましょうっつってキャプテンの家に行く、家に行ってちょっと待っててっつって入っていく、いやこれどういう感じで待っとけばいいんやろうって思ったらすぐ戻ってきて、気遣いのキャプテンやから、ごめん箱からも出してないから、とりあえず5分間ぐらい待ってて、これ暑いか、じゃあ部屋上がっといて部屋上がっといて、でキッチンがあって、階段ババババって上がっていったら左手に家がある、キャプテンの実家なんですよ。ごめんごめんちょっと入っといて、分かりましたって階段コン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 って上がっていって、一番手前の扉ガチャって開ける、キャプテンの部屋めちゃくちゃ綺麗やな、先輩電気どこですか、ドアガチャって開けた左手だよ、パチついた、ちょっと待っててごめんね、1階でガサゴソガサゴソしてる、この投稿者の方はなんか部屋をジロジロ見んのもあれやしと思ってスマホをこうやっていじってたんです、いじってて、3分4分経ったんですかね、いきなりパチンって音がする、そしたら部屋の電気が切れる、バッタン扉が閉まろうとした、って思ったら、後ろにバタンって倒されたんです、そこにはベッドがない布団だけが敷かれてる、で抱きつかれてる状態、これ何って思ってて怖いから「助けて助けて助けて!」って悲鳴のようにあげる、助けてねえねえねえみたいな、キャプテンキャプテンキャプテンって言ったらガチャって扉が開いてパチって電気がつく、何してんだよってパッて見たらキャプテンの姿がある、でブワッて羽交い締めされて、誰か男性に襲われたんですよ、で頑張って何してんだよって剥がされたのもキャプテンやったんです、どういうこと？よう見たら、キャプテンにそっくりな弟さんが、襲いかかったキャプテンを羽交い締めにして剥がしたんです、キャプテンが襲ってきたんですよ、ってなった瞬間、放心状態、涙ずわーって、で壁青いな、でアブリル・ラビーンのポスターがあるんですよ。アブリル・ラビーンって金髪白人のギターのポスターやったんですけど、それを寝転んで見てるから逆に見えたんですよ。あれ私が幼少期から、なんだったらアブリル・ラビーンが生まれる前からこの夢見てるんです。吉井さんもしかしたらこれずっと予知してたんですかねっていうお話なんですよ。これ何ですか？何ですか？いや出た、たまにあるやつや。いやこれすごないですか？自分がまあそういうされる瞬間をもう小学生の時からずっと見てたんですよ。なるほど。これね、一つの考察ですよ。一つの考察ですけど、
これ今、この投稿者さんは、はい、この事実を乗り越えてもおられるんですか、ね？はい。あ、よかった。これ私ね、実は私もすっごく貧乏な時期があって、平成の15年、6年あたりは、もう結婚もしてたんですけど、もう仕事もなく、もうお坊さん、住職も見つからなくって、もう本当にゴミ箱から物漁って家族で暮らしてたんですよ。いや、貧しかったとは聞いてましたけど、そのレベルですか？もうそのレベルで。もう本当に電気が水道も止まっちゃって。しんどかった時に、私、家族って私も死のうと思ったんですよ。ああ、なんかそのタイミングがあったって言いましたね。そうなんですよ。で、もう待てよと。もしここで投げ出したら、これまた来世一緒のような苦しみに遭うから、今回はなんとか乗り切ろうと思ったんです。なんとなく、これ前回ここで失敗してるんだなってなんとなく思って、いや、頑張ろうって思って、頑張ってきた結果今があるんですよ。もしかすると、何回も人間ってそこで挫折する。まあもちろん、そういう嫌なことがあって、自ら命を絶ったりすると、また繰り返す。なんかそういう何度も、輪廻転生じゃないですけど、があったのを、もしかしたら乗り越えられなかった自分が何度も見せてたのかもしれないですね。今回やっと乗り越えれたかもしれないですね。今回ようやく。だから人間って苦しいことって生きてると山ほどありますけど、毎回その苦しいことにあった時に、私はね、私はですけど、これチャンスやなと思うんですよ。この苦しみ一回根性で乗り越えたら、来世もうこの苦しみと会うことはないので、だからなんか苦しいことがあったりすると、頑張ってみるっていうのがもしかしたら、頑張れよ。また青の天井見るかもしれないし、っていうなんか励ましの意味でも、今回頑張れっていうのを自分が言ってたのかなと思ったりしましたけど。いや、面白い。わかんないですけどね。これ、素晴らしい、お話を考察していただいてるんですけど、最後に一本、もう一発考察してほしいんですけど、これは次回動画になります。そうですね。ちょっと次回に。ということで、今回も、三木大雲チャンネルと、階段を浴びる会さんの、コラボと、なっておりますので、ぜひそちらも、ぜひご覧ください。一個告知いいですか？はい。劇場版吉正の階段を浴びる会全国ゾットと題しまして、全国ツアーやってまして、こちら愛媛公演なんですけども、8月24日東京公演ございまして、国際フォーラム A 5000人キャパで、日本最大級の階段イベント、何卒、もうちょっと足震えるぐらい怖いので。すごい。皆様、ぜひ来てください。よろしくお願いします。ぜひぜひ。ということで、本日どうもありがとうございました。ありがとうございました。